はい、皆さん、こんにちは。あやのずラーニングハブのあやのです。皆さん、日本語には男言葉、女言葉があると知っていましたか？ということで、今回のテーマは男言葉、女言葉についてです。今日はこのテーマについて3つに分けてお話しします。まず1つ目に、男言葉、女言葉って何？について。2つ目は、男言葉と女言葉の3つの違いについて。そして最後に、漫画では使われているけど、本当は日常生活では使わない男言葉、女言葉、この3つについてお話しします。この話を聞いた後は、今までなんで違う言葉で喋ってるんだろうと思っていたことがわかるようになるかもしれません。ぜひ最後まで聞いてくださいね。親のずラーニングハブ。ではまず最初に男言葉、女言葉って何？ということについてです。男言葉というのは文字通り男の言葉ですから、男の人がよく使う言葉や話し方のことです。そして逆に女言葉というのは女の人がよく使う言葉や話し方のことです。これは日本語の特徴の一つです。世界的に見ても他の言語と比べて日本語は男女の差がはっきりとしている言語だと言われています。じゃあ日本語の男言葉と女言葉、何が違うの？ということをこれから話していきます。この男言葉と女言葉には3つの違いがあります。まず1つ目の違いは男言葉の方がカジュアルなものが多いです。例えば、美味しいのことを男言葉ではうまいと言ったり、うめえと言ったりします。皆さん、鬼滅の刃って知ってますか？鬼滅の刃の中で煉獄杏寿郎さんが駅弁を食べながらうまい、うまい、うまいって言ってますよね。あれは男言葉です。男らしさを表現しています。他にもたくさんあります。例えば、すごいのことを男性はすげえと言います。そして寒いのことは寒いと言います。もちろん女の人が使ってはいけないというものではありません。女の人でも使っている人はたくさんいます。私もそうです。女性も友達同士でのカジュアルな雰囲気を出したいときは男言葉を使って喋ることが今は増えています。二つ目の違いは修助詞が違うことです。例えば男性はよく修助詞のぜ、ぞ、なを使うことが多いです。例えば映画に行こうよというのを男性っぽく言うと修助詞のぜを使って映画に行こうぜというふうに言います。あとは行くよというのを男性っぽく言うと行くぞという言い方になります。よがぞに変わります。そしてまた明日ねということを男っぽく言うとまた明日なというふうによがなに変わります。このぜ、ぞ、なにすることによって話し方が男らしくなります。女性がよく使う修助詞もあります。それはのという修助詞です。過去形、何々したとか形容詞と一緒にくっついて使うことが多いです。例えば、昨日映画に行ったのっていう風に言うと女の子らしく聞こえます。あとは、これ美味しいの食べて。これ美味しいの食べて。こういう風にのをつけると女の子っぽく聞こえます。この女性らしい言葉を子供が使うことも多いです。さっき言ったように、これ美味しいの食べてとか、今日〇〇ちゃんと遊んだの楽しかったよとか、こういう風に女性らしい喋り方をすることが多いです。これはきっとお母さんと過ごす時間が長いからかなと思います。三つ目の違いは話し方の違いです。特に女子は語尾を伸ばして喋ることが多いです。例えば、かわいいねねと最後の方を伸ばします。あとは、私はいちごが好きです。私はという風にちょっと語尾が伸びるんです。今日は楽しかったです。楽しかったですと最後がちょっとだけ伸びるんですよね。これが女子の喋り方の特徴の一つだと思います。
でも、女の子らしく喋ろうとして語尾を伸ばして喋りすぎてしまうと、ちょっとぶりっ子というイメージで嫌がられてしまうことが多いので注意が必要です。ぶりっ子というのは男性に可愛いと思ってもらうためにわざと甘えたふりをすることです。ナチュラルではなく大げさなことが多いです。例えば、今日はチョコレートのパフェを食べたの。めっちゃ美味しかった。というふうに言うとかなりぶりっ子に聞こえます。三つ目は漫画の中ではよく使うけど、本当は日常生活ではあまり使われない男言葉、女言葉をご紹介します。漫画ではキャラクターの個性、性別、年齢などを分かりやすくするために、あえて男言葉、女言葉を強調して使うことが多いです。漫画の中でよくあるのが、男の人のキャラクターが命令文で喋っていることが多いです。例えば、逃げろとか、貸せとか、行けとか。でも、日常生活の中でこういう風に強い口調で喋ることはあまりないですね。何々のかも言わないです。例えば、これ欲しいのか欲しいのかという風に漫画の中では言うことが多いんですが、日常生活ではこれ欲しいだけですね。何々なのかは言いません。他にも、俺のこと好きなのか好きなのかこれものかですけど、これもかなり不自然に聞こえます。日常生活の中では、俺のこと好きなのっていう風に聞きます。アニメっぽいなという風に感じる一つですね。特に女言葉はアニメでたくさん使われますが、日常生活ではほとんど使われなくなったものが多いです。例えば、かしらという女言葉です。明日は雨かしらとか、のびちゃん宿題終わったかしらというふうに女性の人がかしらを使って喋っていることが漫画の中ではかなり多いです。他にも、わよというのを使うことも多いです。ほら、行くわよとか、ほら、食べるわよとか、わよをつけるとこれもかなり女性っぽくなります。有名な言葉で、あらあらという言葉も女性言葉ですね。あらあらは2パターンあって、1つ目はちょっとセクシーなイメージのお姉さんが使っているイメージです。例えば、ルパン三世の峰不二子さんが、あらあらって言ってそうですね。もう一つのイメージは、あらあらと年配の女性が喋っているイメージもあります。このあらあらという言葉はアニメや漫画でもよく使われる言葉ですよね。じゃあ、日常生活で日本人は使っているのかということですが、使っている人もいます。日常生活ではちょっと年配の方で小さい子に対してあらあらと声をかけることが多いんじゃないかなと思います。例えば小さい子供が怪我をしたとします。すると女性があらあら大丈夫というふうに声をかけるシチュエーションはあると思います。あらあらのイメージは漫画、アニメもそうですし、ちょっと年が上のお姉さんおばさまのイメージがあるんじゃないかなと思います。このお話を聞いている皆さんの中にも漫画が大好きという人たくさんいると思います。ですので今日紹介した漫画ではよく使うけど日常生活ではあまり聞かないよなという言葉を覚えておくと便利だと思います。今日は日本語特有の男言葉、女言葉についてお話ししました。今日このお話を聞いて、なるほどなぁと少しでも疑問が解消できていたら嬉しいです。他の動画では私のデイリールーティーンや日本人が驚く海外の当たり前10選などについてもお話ししていますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは最後まで聞いてくださってありがとうございました。またねー。